不動産屋さんの怪談です。家選びがどんなにその後の人生に影響するかをつくづく感じた怖い話を聞きました。これは九州にお住まいの仮名ですが宮島さんという女性の方からいただいたお話です。今から数十年前、宮島さんの息子さんがまだ幼稚園児の頃で、その幼稚園のママ友のお茶会に招かれた時のことでした。それは宮島さんの近所に住む方の家で、仲のいいママ友数名と集まってお茶とケーキを食べながら和気あいあいとママトークをしていたそうです。その中に宮島さんが最近知り合ってとても仲良くなった小池さんという女性もいました。ただ宮島さんは小池さんを見て、ああまた感じると思ったそうです。実は宮島さんは勘の鋭い方で、稀に人を見て奇妙な感覚に襲われることがありました。ちょうど1週間前、宮島さんが幼稚園のお迎えの時に小池さんと会って世間話をしていた時のことです。ふと彼女に何か良くないものを感じたのです。正しくは何か良くないことが小池さんに起こりそうな感じが急にしてきたそうなのです。そして今日このお茶会で再び小池さんを見ても同じように不吉な予感がしました。しばらくすると小池さんがポロッと「私なんか風邪ひいたみたい。帰った方がいいかもしれない」と言いました。それを聞いて宮島さんは胸騒ぎがしました。するとみんなは「ああ無理しないで、早く帰って休んで」と言い、小池さんだけ先に家に帰ったということでした。その後お茶会が終わり、宮島さんは自宅に戻っても小池さんのことが気になって仕方ありませんでした。そこで心配だったので、当時は携帯電話を持っていなかったので、ファックスで小池さんにメッセージを送っておいたそうです。すると次の日の朝でした。小池さんの旦那さんから宮島さんに電話があり、昨日妻の体調が急変して今病院の ICU に入っているんですが、意識不明で危ない状態なんですと知らされました。宮島さんはまさかそんなことにとショックでした。ファックスを送っておいたので連絡をくれたのだと思いますが、未だ原因がわからないそうで、旦那さんはまた状況を連絡すると言って電話を切りました。宮島さんはあの胸騒ぎはこのことだったのかとしばらく呆然としていました。そしてそれから3日後、再び小池さんの旦那さんから連絡があり、妻はまだ意識はないんですが命は助かりそうです。ただ半身不随になるそうですと絞り出すような声で言いました。宮島さんは愕然として言葉が出なかったそうです。それから小池さんの意識が戻り、しばらくして普通病棟に移され、やはり半身不随になったので専門の病院に移送されました。宮島さんは専門病院にお見舞いに行き、小池さんから直接話を聞くことができました。あのお茶会の日、やはり小池さんは風邪をひいていたのですが、その風邪の菌が脊髄に入り、昏睡状態に陥りました。でも病院はその症状を脳梗塞と誤診し、脳の治療ばかりをして、それが脊髄と分かった時は手遅れだったそうで、半身麻痺になってしまったのだそうです。もし48時間以内に脊髄を治療していたら、半身不随にはならず完治していたということでした。あまりの不運に宮島さんは慰める言葉もなかったそうです。それから1年ぐらい小池さんはその専門病院に入院し、そして自宅に帰ってきました。宮島さんはそこで自宅に戻った小池さんのお見舞いに行くことにしました。小池さんは自宅に戻れてほっとした感じでしたが、車椅子の彼女に以前のような明るさは全くありませんでした。その小池さんの自宅なのですが、大きな家で7部屋もあり、お庭も広かったそうです。広いリビングでお庭が真正面にあり、
小池さんが半身不随になってからなのか、あまり手入れはされていませんでした。すると小池さんが突然、宮島さん、あの石見えると言ってお庭の真正面を指さしました。そこには幅70センチぐらいの大きな黒みがかった灰色の石が庭木の間にずっしりと陣取っていたそうです。小池さん曰く、この家は中古で買ったそうで、最初からあの石が庭にあったということでした。小池さんはその石がなぜか気味悪く感じ、気になったので、旦那さんと相談し、霊能者さんを呼んでお祓いをしてもらうことにしたそうです。ところがその霊能者さんがお祓いの最中に突然気分が悪くなって戻してしまい、お祓いが中断してしまったそうです。そして霊能者さんは、これは無理です、できませんと恐れおののいて逃げるように帰ってしまいました。それで仕方なく石は庭にそのままになってしまったということでした。そして間もなく小池さんは入院する羽目になり、半身不随になってしまったので、お庭も荒れ放題で石も放置したまま何もできずにいるそうです。小池さんは、でもあの石すごく嫌なんです。私がこんなことになったことと無関係ではない気がして、と真剣な表情で言いました。確かに宮島さん自身も普段ならそんな話を聞いたら庭に出て近くで石を観察するのですが、その時は近づきたくないとすごく感じ、凝視するのも避けたほどでした。小池さんに起きた不幸がこの石と関係あるかは不明ですが、背筋にスーッと冷たいものを感じ、宮島さんはこれは決して関わってはいけないものという気がしました。結局小池さんは自分の置かれた状況を受け入れることができず、しばらくは誰とも会いたくないと正直に伝えてきたので、宮島さんも彼女とはその日を最後に自分からは連絡をしなかったそうです。それから数年が経ち、宮島さんはその間もずっと小池さんのことが気にかかっていました。さて、そんなある朝、宮島さんの息子さんたちが学校に行く支度をしている時でした。突然誰も触っていないのに、棚に置いてある鏡が床にバタンと倒れ、粉々に割れてしまったのです。その鏡は裏にクッションがついている三つ折りのもので、まず落ちるわけがなく、また落ちた場所も遠く不自然でした。その時宮島さんは一瞬、良くないことが起きるとピンときました。あの不吉な胸騒ぎがまたしたのです。そこで息子さんたちにくれぐれも車に気をつけてと強く注意して送り出したそうです。その夕方、息子さんたちは何事もなく帰宅したので、宮島さんはほっとしました。すると突然電話が鳴り、はっとして出てみると、それは何年ぶりかのあの小池さんからでした。宮島さんは驚くと同時に、一瞬今朝の鏡が割れたことが頭をよぎったそうです。すると言葉をかけようとする前に、小池さんの方から、うちの主人が亡くなりましたと伝えてきたそうです。宮島さんは全身鳥肌が立ちました。朝の胸騒ぎの理由はこれだったのだと分かりました。そして小池さんは続けて、実は主人は交通事故で車にはねられ即死でしたと言いました。小池さんの旦那さんは警察官で、その日は夜勤明けで帰ろうとしていた時に近くで事故があり、応援要請が出たのでバイクで現場に向かったそうです。その途中に前から来た大型トラックと正面衝突をして亡くなったということでした。おそらく夜勤明けで居眠り運転をしたのではないかという話でした。宮島さんはそれを説明する小池さんが気丈に振る舞っているのが分かりました。宮島さんはその後、旦那さんの葬儀に参列しましたが、旦那さんがずっと小池さんの不自由な体を支えてあげていただけに、無念でいたたまれなかったそうです。
宮島さんは小池さんに起きた不幸はやはりあの庭にある石が関係していると思いました。でもそれを深追いするのは大変危険だと感じるそうです。あの石は小池さんの体の半分を奪い、旦那さんの命も奪ったまがまがしいものです。そのまがまがしいものが宿ったまま、何年も何十年も何百年もあの場所に存在し続けているのかもしれません。たまたまその場所を住処に選んだというだけで、こんな恐ろしい災いがあるかと思うと、家や土地を選ぶことがどんなに重要かと宮島さんは思うそうです。そして不自然なものがそこにあるかどうかもちゃんと調べておかないといけないと感じました。それから間もなく宮島さんの方が遠くに引っ越してしまい、小池さんと残された2人のお子さんがその後どうされているかまではわからないそうです。ちなみにその石がある庭のちょうど裏側は葬儀場だということでした。そういった施設が建てられた土地のその辺一帯が以前は何だったのか、土地の履歴も調べることは大事なように思いました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。